前レスゾーン0雲岳山上達ガイドライン編。こんにちは、コパトーンです。タワーにて雲岳山メンバーで上位 1% に入れました。というわけで、そこまでに意識していたことを言語化してみたいと思います。タワー登れてないよ、タワーに限らず高難易度がきついって人は参考にしてみてください。割と難しいコンテンツに共通する内容となっています。では早速いってみましょう。高難易度は無敵時間ゲーである。まず一番大切なポイントをまとめます。それは一言で表すならば、高難易度は無敵時間をいかにつなぎ続けるかの戦いであるということです。まず一例を挙げましょう。ゼンゼロの代表的なかっこいいテクニックといえばパリーです。しかし高難易度になると僕の場合はあまり使いません。なぜかといえば予兆がなくなるからです。通常では赤予兆、金予兆が出ますよね。ところが難しいコンテンツではこれがなくなります。この状態でパリをするには敵のモーションを完全に覚えるか、たまたま偶然で行うしかないのです。おそらくガチのやり込み勢はモーションを完全に覚えるところまでやってらっしゃるとは思うのですが、そこまででもない人が 99% ですよね。実際僕も上位 1% まで行きましたが、敵のモーションはほとんど暗記していません。逆を言えば暗記しなくてもパリしなくても上位 1% までは上がれるのです。コツさえつかめばそれほど難しいことではないので、ぜひチャレンジしてみましょう。完全に行うには少し練習が必要となりますが、一部取り入れるだけでもかなり戦闘力が上がるはずです。ゼンゼロの戦闘を快適に回してみたい、かっこよく戦ってみたいという人は参考にしてみてください。無敵時間を把握する。まずは無敵時間を把握しましょう。敵のモーションは覚えなくても大丈夫ですが、自分のモーションは少し覚える必要があります。ここは頑張ってみてください。とはいえ、全てのモーションを覚える必要はないです。使用する一部のモーションを抑えれば十分に戦うことが可能です。今回は雲岳山メンバーに絞ってお伝えしますね。まず、イーシェン。雲岳山で戦う場合には主力となります。イーシェンは無敵時間がめちゃくちゃ長いです。星見雅もそうなんですが、強いキャラクターとされている存在には無敵時間が多く存在する特徴があります。攻撃性能がそもそも高いという点も大切ですが、何より生存能力が高い点も優秀なのです。イーセンはとにかく強化特殊スキルを連続使用します。この技は非常に優秀で、長押しで構えている間、発動している間、派生技が出ている間、すべて無敵です。非常に長い時間無敵を維持することができる技となっています。なので可能な限り強化特殊スキルを連発していくことになるでしょう。またこの技はある程度先行入力することが可能です。前の技が終わるよりも前に強化特殊スキルボタンを押しっぱなしにすることでつなげて待機状態に入ることができます。例えば強化特殊スキルボタンを連打するだけで派生できる生命爆心破という技においては、上に飛び上がっている間に強化特殊スキルボタンを押しておくことで継ぎ目なく無敵状態を維持することが可能です。なのでイーシェンは強化特殊スキルに使うアドレナリンゲージがある限り被弾リスクが限りなく低いキャラクターと言えるでしょう。問題はアドレナリンゲージがなくなってしまうことです。ゲージの左バーより下になると強化特殊スキルが打てなくなってしまうので、怪しくなってきたらアドレナリンゲージを回復するために集結スキルを使いましょう。イーシェンは集結スキルが2つあるので効果が違います。これも覚えておくと良いです。一つは術放置を使って打つ集結スキル。ゲージを見て判断できればいいのですが、最初はそんな余裕ないですよね。最初のおすすめポイントはボタンとモーションで判断することです。集結スキルが光っていたらどちらかの集結スキルが打てる状態ということです。この集結スキルは呪符を構える動作がカットインで出るので、僕は最初カットインで判断していました。さらにこの集結スキルを出すとイーシェンは原木値を獲得します。集結スキルを出している時に回避ボタンを押しっぱなしにすると、そのまま派生技である原木陣法につなげられます。こちらも非常に無敵時間が長い技となっており、なおかつアドレナリンゲージが大量に稼げます。可能な限り派生まで全部出し切ることを目標にしましょう。アドレナリンゲージが稼げたらまた強化特殊スキルを続けます。これだけでずーっと無敵状態が維持できることがわかりますよね。イーセンの戦い方はこれが基本となります。しばらく続けているとデシベル値が溜まってもう一つの集結スキルが使えるようになります。こちらは高威力なのですが、アドレナリンゲージはあまり溜まりません。また高難易度ではリスクをはらんでいて、集結スキルを打つ際に画面が大きく揺れるため敵を見失いやすいです。打ったら即強化特殊スキルでガードするか、ひとまず回避ボタンを押してから行動するか、絶対に反撃されないブレイク中に当てるかという選択肢が有用でしょう。
とはいえ非常に威力が高いので出し渋る必要はありません。ちょっと用心しておきましょうってくらいの話です。なお強化特殊スキルは出してから周囲を見渡せるくらい時間があるので非常に便利です。マジでイーシェンは強化特殊スキルゲーと言えるでしょう。実はこれだけでも十分戦える。実は今紹介したイーシェンの戦法だけでもかなり戦えます。勘ですが50回くらいまでは乗り切れるんじゃないでしょうか。それくらい無敵時間を使った戦法はめっちゃ強いです。しかし100回近くになると話が違います。ここからはさらに強くさらに効率的にイーシェンを運用する必要性が出てくるのです。まず採用したいのはパン・インフー。パンさんはイーシェンにとって最強のサポーターです。強化特殊スキルをヒットさせた後、クイック支援で登場したキャラに凍結力バフを負けます。またパンさんの強化特殊スキルは発動中無敵となっている点も覚えておきましょう。実は使うポイントはほぼこれだけです。集結スキルはと思うかもしれませんが、高難易度では栄光の証獲得を目指すならノーダメージが前提になるような感じなのであまり回復自体使えません。またそもそも一撃食らっただけで即死レベルの攻撃が飛んでくるので回復する余裕すらなかったりもします。ただ集結スキル発動時は無敵になりますし、大概の相手をよろけさせることができます。またブレイク値も結構稼げるのでタイミングを見て使う技となります。基本的には強化特殊スキルだけ使うくらいのつもりでいいです。強化特殊スキルのスキル回しができるようになったら応用で集結スキルも挟んでいきましょう。立ち回りはとっても簡単。イーシェンである程度大暴れしたら隙を見てパンイン風に交代、そのまま強化特殊スキルを打って即イーシェンにクイック支援で交代するだけです。これだけといえばこれだけなんですが、イーシェンには大量のバフを与えることができます。高難易度の敵はマジで硬いのでこのバフがあるかないかで攻略難易度が全く違うんです。とにかく隙を見てパンインフを出していきましょう。出す際のコツも紹介します。パターン1つ目はイーシェンの強化特殊スキル発動後の無敵時間にかぶせて登場させることです。この技がヒットしている間、敵はよろけていたりヒットストップ効果で動きが封じられていることが多くなります。その間に交代しましょう。全ゼロはキャラクターが交代したら控えに戻ったキャラクターは無敵になるわけではありません。交代した直後もある程度の時間はダメージを食らう状態にあります。そのため無策にキャラクター交代を行うと最悪2人揃って被弾してしまうリスクを背負うことになるんです。なのでここでも無敵時間を意識することが大切です。イーシェンが無敵技を発動している間に交代してすかさずパンさんも強化特殊スキルで無敵になりましょう。そして間髪入れずすぐにイーシェンに戻します。そして戻したら分かってますよね。そう、強化特殊スキルでガードです。もう一つパンインフのスキル支援を出すタイミングを紹介しておきましょう。それはブレイク時です。ブレイクできたら基本的にアタッカーを一番最後に出場させる動かし方をすることが多いと思います。しかし雲岳さんチームではパンインフを最後にする運用もありです。理由は最後に登場して強化特殊スキルを打ってイーシェンに交代したいから。そしたらイーシェンでボコボコにしてやりましょう。紛らわしいのでぜひ区別して覚えておいてほしいのですが、パンインフのバフは強化特殊スキルがヒットした後交代しなくては発生しません。たまにブレイク時の連携スキルだけでバフがかかるキャラもいますが、パンインフは必ず強化特殊スキル後じゃないとかからないので覚えておきましょう。なお強化特殊スキルがヒットしてブレイクした場合はそのまま交代してもバフがかかります。とにかく強化特殊スキル後の交代キャラにかかると覚えれば大丈夫です。パンインフの使いどころは以上です。つまりとにかく強化特殊スキルを当ててイーシェンにバトンタッチするキャラと思っておけば大丈夫でしょう。ゲージを見よう。パンインフを混ぜて使えるようになってきたらきちんとゲージを見れるように意識していきましょう。というのも2人ともスキルゲージ管理がとても大切なキャラクターだからです。交代してもエネルギー不足で強化特殊スキルが打てなかったらと考えると分かりますよね。なので暇があったらエネルギーゲージをチラチラ見る習慣をつけましょう。最初は全然見られないと思いますが練習すれば徐々に見られるようになります。とはいえ漠然と見るように意識しましょうと言われても困っちゃいますよね。なので個人的に見やすいタイミングまで紹介しようと思います。見やすいタイミングその1、イーシェンの無敵時間。イーシェンは無敵時間がとにかく長いです。そのため一度お決まりのモーションに入った後しばらくは敵とイーシェンを凝視しなくても大丈夫です。見やすいのはやはり強化特殊スキルでしょうか。一度構えたら結構長い間無敵状態になれるのでその間にチラチラゲージを見る癖をつけましょう。
イーセン自身があと何回強化特殊スキルを打てるのか、パンインフは強化特殊スキルを打てる状態なのか、そういったポイントを確認するようにすると戦いが安定します。見やすいポイントその2、ブレイク中。ブレイク中も攻撃が来ないので見やすいポイントです。先ほども言った通り、パンインフを最後にする流れを行いたいのであれば、当然強化特殊スキルが打てるだけのエネルギーを持っている必要があります。なのでブレイクした瞬間に確認して誰を最後にするのか決める必要が発生するんです。というわけで2つの瞬間からまずは見るようにしてみましょう。慣れてきたら集結スキルの無敵時間などで確認することもできるようになります。実は助かる宮妻ゲージ。最近のバージョンから登場した宮妻ですが、このゲージを搭載した敵キャラクターは大幅に強化されるため厄介ですよね。ところがある程度の高難易度になるとこの宮妻ゲージがとても助かります。というのも宮妻ゲージを削り切ると強化特殊スキルのエネルギーを大量に回復することができるんですよね。ここまでの説明を聞いていただいたらわかる通り、イーシェンもパンインフも強化特殊スキルの無敵時間を利用して立ち回り、いかにそれを途切れさせないかが鍵となるキャラクターです。そのためエネルギーをバンバン使用します。上手に回していれば結構持つものなんですが、そうしていてもエネルギー切れはいつか来るもの。そんな時に宮妻ゲージで回復できることがかなりあります。なのである程度自分のエネルギーゲージが確認できるようになったら、相手の宮妻ゲージも見るようにしましょう。これも一つの重要な回復手段となっています。チーム編成はこれでもいい。最後にチーフーフーと言いたいところなんですが、みんな持っているわけでもないですよね。そんな場合には別のキャラクターでも大丈夫です。基本的にここまで紹介したルーティンをずっと回すだけとなっていますので、パンインフーとイーシェンがいれば一応回ります。この2人をさらに強化できれば良いということなので、アストラ、ルーシー、トリガーなどでもいいでしょう。パンインフーに関してはレアリティが低い上にイーシェンガチャで一緒だったので、イーシェンを持っている場合は所持している可能性が高いと思います。ただもちろんチーフーフー先輩と組めればベストです。イーシェンをさらに強化できる相性のいいバフがありますからね。というわけで最後はチーフーフー先輩を紹介していきます。チーフーフーはたまに登場すべし。チーフーフー先輩はたまに現れて強化特殊スキルを打つのが仕事です。はい、また強化特殊スキルですね。つまりゲージ管理は必須です。一応チーフーフー先輩はいるだけでもある程度自動行動でサポートしてくれるので、見る余裕がない場合は編成しているだけでも十分です。自動行動してくれるにもかかわらず強化特殊スキルを打つ必要性があるのはバフをしっかり起動するためです。あとブレイク狙いって目的もありますね。チーフーフー先輩は撃破キャラなのでタイミングを見極めて運用することができればブレイクをより狙いやすくしてくれます。ただし高難易度コンテンツは一撃で死んでしまうような攻撃がポンポン飛んでくる世界なので、タイミングを見極めて登場しないと痛い目に遭います。なので3人の中では一番出すのが難しいキャラクターとなっていることに注意しましょう。出場するときはパンインフーと一緒です。イーシェンの強化特殊スキルや集結スキルの無敵時間を利用して登場しましょう。そして強化特殊スキルを放ちます。全ゼロの仕様として空中にいる間はダメージを受けないという特性があるので、それは覚えておきましょう。浮かんでいる間は安心していて大丈夫です。ただしスキル後に硬直があったりするので、パンインフーと比べると出すタイミングを見極めるのが難しいキャラとなっています。チーフーフーは強化特殊スキルや集結スキルを行うとイフを獲得できます。これがゲージの半分より多い時にフーエイが自動攻撃してくれて、それをきっかけにバフが発生します。つまりこのゲージを稼ぐために強化特殊スキルや集結スキルを打ちたいって感じですね。とはいえこのゲージ自体自動攻撃で徐々に貯めてくれるものなので、操作に余裕がなければ本当に触らなくても大丈夫です。しかしながら高難易度になるとエネルギーゲージがギリギリになります。なのでイーシェンとパンインフーだけでなくチーフーフー先輩もたまに出せると余裕が生まれやすくなるので覚えておきましょう。またバフをしっかり乗せられるとクリアタイムが短縮できるのでポイントが稼げるほか、集中力が持つ間に戦いを終えられるので結構重要なポジションだったりもします。高難易度は敵がめちゃくちゃ硬いので、バフがちゃんと乗らないようなチームだと敵の体力が全く削れません。果てしない時間かかってしまうので、集中力の限界が先に来てしまうってことが結構あるんですよね。そういった意味でもバフをしっかり稼いで戦闘時間の短縮をしてくれる役割は戦闘力の上昇以上に価値があると言えるでしょう。さすが姉弟子です。まとめ、ステップと狙いたいこと。いかがでしょう。高難易度を目指す上でやることがなんとなく分かったのではないでしょうか。
ちなみにイーシェン以外でも同じことで、別のキャラクターを使っていても無敵時間をいかに利用するかといった視点が大切になります。いろいろなキャラクターに応用できる考え方ですので、よかったら使ってみてください。最後に改めてステップをまとめておきましょう。まずは無敵時間を意識してイーシェンの強化特殊スキルを使うようにしましょう。可能であればジャストガードも狙えるといいですね。イーシェンの強化特殊スキルはジャストガードの判定が非常に緩いため、発動時、解放時、両方に判定がある上に時間がとても長いです。割と適当に押してもジャストガードになるので狙っていきましょう。金色のパキーンっていうエフェクトが出ればジャストガードになっています。ジャストガードが発生するとアドレナリンゲージの運用が非常に楽になります。これはエネルギー切れをなるべく起こさないようにする立ち回りをする上でとても大事になります。なので狙えそうな余裕があればどんどんジャストガードを狙って立ち回ってみてください。次にアドレナリンゲージがなくなりそうになったら集結スキルを使いましょう。そしてアドレナリンゲージが回復したらまた強化特殊スキルです。これである程度いい線が回せるようになったなと思ったら次のステップです。次はパンインフンを使っていきましょう。パンさんはイーシェンの無敵時間の間に登場させて強化特殊スキルをぶつけてすぐにクイック支援で交代します。なおクイック支援は配列が前のキャラクターに交代するのでチームの並びは必ずイーシェン、パンインフとなるようにしてください。基本的にこの2人を使って回していくことになります。これができるようになったら徐々にゲージ管理にも気を使っていきましょう。戦闘中の無敵時間にチラチラとゲージを確認する習慣をつけていく感じです。慣れてきたら敵の宮妻ゲージも見てみましょう。削り切ることで大量のエネルギーを回復することができます。そしてこれだけではきつくなってきたなーって瞬間がやってくるので、そしたら3人目のメンバーを加えていきましょう。持っているならチーフーフー先輩がおすすめです。チーフーフー先輩は登場したら強化特殊スキルを打ってすぐに下がる立ち回りです。隙があるので気をつけましょう。そしてここまでの内容がこなせていたら相手の動きを見る余裕も少しずつ生まれてきていると思います。かわしにくい厄介な攻撃を出してきたら集結スキルをぶつけてかわすとか、いろいろ戦略的なタイミングを調整してみても面白いでしょう。以上です。では今回の情報もあなたが前列ゾーン0を楽しむための一助として参考まで。最後に等速で一線流しておきます。イメージをつかむための参考にしてみてください。それではまた。颯のごとく邪魔くさいやつだ。隙が多いぞ。どうぞせい命ずる。颯のごとくどうとせい生徒だ。一丁強火でいった邪魔くさいやつだ。両親を共に滅す。知れ今くらえ。隙が多いぞ。颯のごとく任用創生。はいもはや名数は尽きた。秘伝のレシピを召し上がれ。そこまでですよ。
邪魔くさいやつだ。両親を共に滅す。命ずる。そろそろだ。おもろいな。